皆さんこんにちは、みことです。テレビシリーズ20世紀電気目録ユーレカエブリカ第3話の感想やっていきたいと思います。電気目録を取り戻したものの、陽介に偽物と突き返される喜八。自分を信じることができない喜八を信じると伝えた稲子の思いが交錯する1話。物語の導入エピソードでここまで盛り上げてくる面白さです。今回は電気を利用した技術の発展に兄との思いを込めた喜八と、その思いを信じた稲子の行動を中心に、陽介と健吾の清六への思いや、描かれていた科学についても考えます。ということで、事前情報なしで視聴した感想を3つの視点から語っていきたいと思います。今回のポイント、まず1つ目。科学の力。2つ目が2人の夢。3つ目は心を照らす光。それでは早速最初のポイント、科学の力からやっていきましょう。電気の力を信じ、清六との誓いを果たそうとしていた喜八でしたが、陽介から偽物と突き返された電気目録に反発と失意の様子が描かれていました。その力を信じると告げた稲子の言葉で、どうにか気持ちを保った喜八でしたが、半分となった電気目録の秘密が解き明かされることになります。稲子の友人である原島すずによって浮き上がった隠し文字ですが、黒い粉を電気目録にまぶすことで白紙の面に文字が現れ、それが清六の書き込みであったことが判明します。このギミックの説明は劇中ではされておらず、すずは忍者の術と言っていましたが、おそらく何らかの化学反応であったと思われます。磁力や感熱紙の原理を使った可能性もありますが、直前に稲子が母親の匂いと語っていましたので、日本酒作りの責任者である杜氏であった稲子の母親に、醸造していた酒の香りが染みつき、電気目録から同じ匂いを嗅ぎ取るという流れとなっています。この文字が浮き出る仕掛けは、酒が使われていた化学反応であったと言えそうですが、お歯黒として平安時代から使われていた技法を思い出させる描写でもあります。金水と呼ばれる液体とフシコと呼ばれる粉末が反応すると黒く着色されることは古くから知られており、金水には酢や酒が使われていることから、稲子の母が作った酒が使われていた可能性があり、その香りが電気目録から漂ったとも考えられます。しかし、お歯黒のように水気がある状態ではなかったことを考えると、同じ手法であったと断言もできないことから、何らかの粉末物質が化学反応したギミックであったと言えそうです。その後、劇中では電球の形状を試行錯誤していた様子が描かれていましたが、京都では江戸時代からガラス製造の歴史があるようなので、明治40年頃には十分な技法があったと考えて良さそうです。電気に限らず、この物語で描かれる文明の発展を感じる描写が、ストーリーをより一層盛り上げることにもつながっていきます。次は2人の夢です。第1話では、博覧会で活動する清六たちの様子が描かれていましたが、この4年後の明治40年が物語のスタートとなっていました。今回の冒頭では、博覧会で清六と行動を共にしていた一人が陽介と呼ばれている描写がされていましたが、当時の姿からは想像もつかないような現在の陽介の変貌ぶりです。見た目や身長も違って見え、性格もかなり変わっていることが伺えますが、陽介のこの4年間に一体何があったのかを想像させる表現ぶりです。
清六との過去回想では、その発想に驚嘆する陽介の姿が描かれていましたが、その真面目そうな姿を想像できないくらい、今の陽介は電気目録と喜八に対して威圧的な言動を繰り返しています。一緒に未来を見ようと語る清六でしたが、その構想に感銘を受けていた陽介の思いが、帰還しなかった清六への感情と重なり、偏った方向に強調されていった可能性や、財閥のような暮らしぶりがそうさせていたのかもしれません。物語では、陽介の変化の理由については未だ語られてはいませんが、この変貌が電気目録とも関わりがある可能性が高く、第2話での手袋の描写も含めて、今の段階では明確に描くことを控えている印象です。電気目録に関わる清六と陽介の物語は、この二人の思いが重なる二人の夢であり、今回の副題につながる流れでもありますが、同時に坂本兄弟二人の夢の実現の物語でもあり、喜八と稲子の電気の世界を求める二人の夢でもある重なりの美しさです。また、陽介の夢が清六とは別の人物の可能性も含め、二人の夢というタイトルの意味の深さを感じさせる一話でした。最後は心を照らす光です。物語は電気目録が喜八の元に戻り、ここから電球の開発につながるわけですが、竹のフィラメント使用に到達する展開が描かれることになります。エジソンは京都の竹に行き着くまでに試行錯誤を続けていたようですが、この作品の舞台は京都なので、喜八が竹に行き着くと必然的に最適解になる流れが秀逸です。竹炭を使ったフィラメントの電球は、これまでの電球の何倍も耐久時間が向上するそうで、そこに至る喜八の開発力や制作への意欲が描かれていきます。ただし、この研究開発は喜八一人で成し遂げたのではなく、喜八の力を信じ励ました稲子の思いや、稲子の友人であるケイトや鈴の協力、下宿先の息子でいとこでもある彌次郎の協力も大きかったと感じさせる流れです。一方、一つの電球の灯火を目にし、動揺を隠せなかった陽介でしたが、喜八とこの電気目録を信じたくない思いで否定的な言葉を並べていました。電球の光が途絶えた暗闇空間でのキャラクターの動きを白線で描くことで、夜の闇とはまた違った暗闇を表現する演出。それにより、たくさんの電球で照らされた闇夜から暗闇に対する恐怖が克服されていく様子がより際立っていく描写へとつながっていきます。闇への恐怖心を妖怪が襲ってくる恐怖と重ね、それを電気の月明かりが退けていく描写が日本的な表現であった面白さであり、人の手による輝きが心の闇を払拭し、未来への希望へつながる道を照らす道しるべとなっていく文明の進化の灯火でもある素晴らしさです。この人工満月を輝かせるために健吾が発電機を回していましたが、4年前の博覧会で清六の電球を光らせるために発電していた姿と重なり、この喜八たちの発明が清六の意志を継いでいることを感じさせます。蒸気が発達しているこの世界が、今後電気の活用に移行していく異世世界のターニングポイントを、視聴者自身が歴史の証人となって目撃する面白さを感じさせる一話でした。今回の第3話は、電気目録の秘密が明かされ、そこに清六の存在を感じた喜八が、稲子たちと共に電球の開発に挑む話を中心に、自分を信じられない喜八が、稲子の情熱を受け止めて前向きになっていく姿が描かれた一話でした。そこに、清六と共に活動していた健吾と陽介が絡むことで、弟である喜八に向けた感情が描かれた
重要な物語となりました。ただ、陽介の思いの根源が未だ判明しておらず、残り半分の電気目録が存在するのかも気になる展開や、稲子の母と姉と清六との関係性なども今後の物語の主軸となってくる予感です。電球の開発がこの世界線でも成し遂げられたことで、電気の世界への希望を感じるとともに、人を信じることの重要性につながっていく物語の第3話でした。ということで、20世紀電気目録ユーレカエブリカ第3話の感想でした。最後までお付き合いありがとうございました。